ボンジュール。今回の動画ではアルザス地方のクリスマスシーズンの様子をたっぷりとお届けします。前回の動画ではコルマールなどを巡りましたが、ご覧いただけましたでしょうか。今回はその続編としてアルザス在住の佐藤夫妻にご案内いただきながら、ストラスブール、そしてチュプハイムのマルショ・デ・ノエルなどを訪れます。アルザスワインの生産者の方々との再会もとても楽しみです。今回も盛りだくさんの内容ですので、どうぞ一緒に旅をしているような気分で最後までお楽しみください。アルザスの中心都市ストラスブール、レプビリック広場で思いがけず大きなイチョウの木に出会いました。ちょうど見頃で黄金色に輝く葉が本当に美しいです。こんな景色に出会えて幸先の良いスタートです。旧市街に入るには荷物チェックを受ける必要があります。テロ対策が強化されているんだと思います。町の中心にそびえるノートルダム大聖堂を目指しましょう。地図がなくても大聖堂の高い塔が目印になってくれます。ちょうど夕日を受けて荘厳な輝きを放っている大聖堂。この大聖堂を中心とした市街地は世界遺産に登録されています。それにしてもすごい数の人々。まずは大聖堂にお参りしたいと思いますが、空港のような長い列に並んでようやく入ることができました。大聖堂の見どころの一つがこの天文時計です。世界最大級とされています。クリスマスツリーが上から吊るされた状態で飾られています。タピスリーがずらりと掲げられた壮麗な空間もとても印象的です。キリストの生誕の場面を表した大きなクレッシュが設置されています。この大聖堂のクレッシュはさすがにスケールが大きくって、誕生のシーンだけでなくキリストの物語が展開するような構成になっています。先ほどの天文時計の周りに人が集まっていました。もしかしたらこのからくり時計が動く瞬間を待っているのかもしれません。あ、これだけとちょっと苦笑いしてしまいました。実はからくり時計のプレゼンテーションは通常12時30分に行われ、有料で見ることができるそうです。ただマルシェ・ド・ノエルの時期にはそのプレゼンテーションはお休みのようです。イルミネーションがきらめく時間まで優子さんと一緒にお茶をしたいと思います。大聖堂のすぐそばに彼女がおすすめのパティスリーがあります。そのお店の上の階にサロンブテがあるそうなので、そこで温まりながら栄養補給しましょう。素敵な雰囲気の店内。
やはりケーキが気になりますね。私たちが選んだのはこのパステルという名前のケーキ。紅茶もとっても斬新なプレゼンテーションで登場しました。さて、ケーキは一体どんなお味なんでしょう。ライチとココナッツ、そこに柑橘類のコンバワというものとスパイスもちょっと効いているように思いました。この取り合わせはハイクラスのパティスリーならでは。私たちは大満足でした。さて、イルミネーションが美しく輝き始めたので街歩きを再開しましょう。まずは大聖堂の周りに広がるマルシェ・ド・ノエル。たくさんのスタンドが立ち並び、どこもにぎわっています。さすがアルザスの中心都市ストラスブールだけあって、マルシェの規模も一つ一つのスタンドのサイズも大きいです。このスタンドにあるのはアルザスの建物のオブジェ。これらは実際の建物を再現したものなんだそうです。エギサイム。しかも中からほのかに煙が出るような仕掛けになっています。アロマオイルなどを入れても良いとムッシュ。一番高いところには大聖堂をかたどったオブジェも鎮座していました。メリーゴーランドもとってもロマンチックですね。これは大人でも乗ってみたような気分になるかも。街の人たちが皆さん思い思いに趣向を凝らしたデコレーションやイルミネーションを競っています。あれ、これもしかして。そうなんです。クリスタルブランドのバカラのシャンデリアが夜空を飾っていました。想像はしていたんですけれども、ものすごいにぎわいです。場所によっては一方通行になっているところもありました。もちろん一般車両は入ってこられません。ちょっとした広場があると必ずと言っていいほどマルシェが出ています。ここはブックマーカーの専門のスタンドのようです。大きなクリスマスツリーがあるというクレベール広場にやってきました。これがそのクリスマスツリーですね。このツリー、ボージュ山脈から切り出された樹齢71年
のヨーロッパ逃避なのだとか。高さ30メートル、重さは6から8トンと聞きました。ストラスブール、クリスマスの中心地。約1ヶ月間のマルシェ・ド・ノエル開催中の人では、昨年2023年は330万人を記録したそうですから、確かにクリスマスの中心地と言って良さそうですね。山小屋風のスタンドが広場を光で縁取るように並んでいます。スタンドの人気はやはりホットワイン。あちらでもこちらでも大鍋から盛大に湯気が上がっています。そしてアルザスの郷土料理もあります。じゃがいものガレット、シュークルートもありました。こちらはじゃがいもとマンステールチーズ。ゆうこさんがチーズを添えたプレッツェルを買ってくれました。スタンドのお姉さんはこれを温めてくれます。ほっかほかのチーズプレッツェル。この雰囲気の中でいただくと美味しさもひとしおです。こんなにたくさんの種類のプレッツェルを見るのは初めてというこさん。地元の人にとっても何か特別な気持ちになるマルシェ・ド・ノエルですね。大通り、路地、それぞれに工夫を凝らしたイルミネーションがきらめいていて、寒さを忘れてしまうくらい街歩きが楽しいです。あら、こちらのマダムのベレー帽姿、なんだか素敵ですね。プティットフランスと呼ばれる界隈に入ってきました。この辺りの街並みもなかなか風情があります。街の喧騒から少し離れて、ゆうこさんのおすすめの店に向かいます。それがこちらです。バハスリ・アハ。かつての国立の馬の施設の建物がブラッスリーとホテルになっているそうです。いきなりオープンキッチン。上品な活気と最先端のデザイン空間との融合がなかなか素敵です。私たちはここのバーで一杯いただくことにします。ゆうこさんはホットワイン、私はアルザスの白ワインリースリング。おつまみのプレッツェルはブラッスリー特製でしょうか。しっとりとしています。今回私たちはアペリティフを楽しみに来ましたが、ここではもちろん食事もできます。上のフロアは梁天井が生かされた素
素敵なインテリアになっていました。トールさんの運転でキンサイムという村に向かっています。山の上に建物が見えているの分かります？アルザスにはお城が多いんですが、中でも一番有名なオークニスブールというお城です。この村にアルザス名物のタルトフランベが美味しいと佐藤夫妻おすすめの店オーベルジュ・サン・マフタンがあるんです。はい、到着しました。それにしてもアルザスの建物の色使いとっても斬新ですよね。ここは美味しいとこなんですか？タルトフランベ美味しいの？ドイツからも皆さんバスで来るぐらい。まずはアルザスの地ビールで乾杯。私はクリスマスシーズン限定というビールをオーダーしました。見てください。ビールグラスもクリスマスバージョン。お水のグラスもこの通り。アルザスってこういうところも本当に可愛らしいなと思います。まずはエスカルゴをいただきます。そして名物のタルトフランベ。ゆうこさんのがナチュール、シンプルかつ王道のトッピング。トールさんと私の方のはチーズがさらにトッピングされています。作り方は生地の上に生クリームを塗ってそこに具材をのせるんですが、玉ねぎとベーコンというのが一番シンプルな王道スタイル。私たちのはチーズ、時にマンステルチーズものせたりします。これを釜で焼くんですが、ちゃんと薪を使っていました。デザートのタルトもあります。これ1枚にリンゴ4個分がトッピングされていて、カルバドス酒が少し効かせてありました。美味しいのがわかりますよね。この後私たちは同じ村にあるワイン生産者ジュリアン・クラインさんを訪ねます。実は私2022年1月にワイン雑誌の取材のために彼ら若き期待の星たちを訪ねました。けれどもその時期ちょうどパンデミックの最中だったのでテイスティングは控えていたんです。ということでいつか再訪したいと思っていて、それが今回叶いました。醸造施設を見せていただいた後、いよいよお楽しみのテイスティングです。
しい。 Ça, c'est le Kinsa. 私け Oui, oui. き Kinsa, Kinsa en alsacien. Ouais. 祖父母が暮らしていたという家でジュリアンさんは私たちを迎えてくれました。ジュリアンさんは自分の地元の土地の特性を最大限に表現するワインを作っています。だからこの土壌がとっても大事なんですよね。この左側のと右側のが同じ花崗岩なんですが、色が全然違ってるでしょ。つまり成分が違うと結果するワインも違ってくるということなんです。アルザスの発泡酒クレモンもテイスティングさせてくださるということで、デゴルジュも Je sais pas trop bien faire. フランスの本の冒頭でこんなに大きく取り上げられているジュリアンさんなんです。そしてもう一軒、バールという町のワイナリー、ヴァンサン・シュトフレールを訪ねます。夕方、早くも辺りが暗くなっています。ここも私は2022年に訪問しています。ここでアドリアン・シュトフレールさんと再会です。 Bonjour, bienvenue au domaine Steffler. J'explique un peu le domaine. Donc on est un domaine familial de 17 hectares basé à Bar. Mon grand-père a commencé en 1969, après mon père a repris dans les années 80 et moi j'ai rejoint le domaine il y a 5 ans maintenant. Donc on fait énormément de cuvées différentes, des vins blancs, des vins rouges, des vins oranges, des vins classiques, des vins plus nature. Voilà, on aime bien travailler beaucoup de cuvées différentes pour montrer la diversité de tous les terroirs et montrer toute l'ampleur de ce qu'on peut faire avec les terroirs alsaciens. アドリアンさんの経歴がとっても興味深いんです。彼は銀行マンとしてロンドンでバリバリ仕事をしていた超エリート。けれどもその生き方に疑問を感じて家業を継ぐ決心をしたというのです。5年経った今もその決断に全く後悔はないそうです。 Les deux là déjà, les deux lieux-dits. Donc le Mulforst, c'est un terroir marno-calcaire. Le Cronenbourg aussi. このワイナリーではものすごくたくさんの種類のワインを作っているので、特に彼が好きなものをおすすめいただきました。Tout feu tout flamme. Donc c'est une cuvée de Gewürztraminer issue du lieu-dit du Salzhof et du lieu-dit et du Grand Cru Kirchberg de Bar. Et j'ai mis une petite touche de Riesling pour donner beaucoup de fraîcheur à cette cuvée de Gewürztraminer. Riesling se marie très bien avec le Gewürztraminer par petites touches. 他にはちょっとないような個性のあるワイン。私はこれとクレモンを購入しました。1軒目のジュリアンさんのところは一般の訪問を受け付けてはいませんが、アドリアンさんのところは可能です。どちらも概要欄にサイトを載せておきます。彼らのように若いパッションが感じられるアルザスワイン、これからがますます楽しみだなと思いました。道の真ん中に突然自由の女神。前回の動画でもご紹介しましたが、自由の女神を手掛けた彫刻家はこのコルマールの出身なんですね。そこから西に進路をとって向かっているのはチュクハイムという町です。ここもワイン作りがとても盛んで、
協同組合が営んでいるカーブが充実しているそうなんです。ぶどう畑のすぐそばにある建物がチュクハイムの協同組合。昔使われていた収穫用の木桶が展示してありました。240件の加入者がいるというこの協同組合の販売所がここにあるんです。見てください。ワインの種類も量もかなりなものでしょう。ここでは1人5種類の銘柄をテイスティングさせていただけました。しかしかなりの種類があるのでどれをチョイスしようか迷いました。Pour celui-ci, on sera sur un assemblage de Pinot Blanc et de Pinot Gris. 佐藤夫妻も箱でお買い上げでした。さて、この町のマルシェ・ド・ノエルに行きましょう。ここもまた中世の城壁都市。門の内側に旧市街があります。チュクハイムのマルシェ・ド・ノエルはこのアドベントカレンダーが恒例なんですって。12月になると毎日一つずつ窓が開くそうです。山小屋風のスタンドもカラフルで可愛らしいですね。私はまずこのスタンドに惹かれました。Bonjour monsieur.C'est ça, ce sont votre travail? Oui, tout à fait, c'est mon travail. Je suis vannier. Ouais. C'est l'art de tresser. Moi, je travaille de l'osier, des objets utilitaires, donc par exemple des paniers, ou alors des objets décoratifs, comme des petites suspensions, des petits anges, des petites reines, pour la décoration. 彼自身が作ったカゴに彼のお友達が革の細工をしている。コラボレーションして完成させてるんですね。日がすっかりと暮れました。このスタンドもとっても気になります。ここではモヘアの糸やそれで作った製品を売っていました。しかもアンゴラヤギを飼っている人たちがグループになってみんなで作っているものなんですって。彼女ポリーヌさん自身も85頭のヤギを飼っているんですって。彼女スタンドにいながら編み物をしていました。肌触りがとっても柔らかくて発色がまた綺麗。Alors celle-ci elle est tricotée en... Si vous la faites plus fine ou si vous faites par exemple ceux-là ils prennent que 2 pelotes parce qu'ils sont tricotés en très large. Ouais. Donc ça dépend en fait voilà. Donc là on tricote en 8 ou 9 alors que là on tricote plutôt en 4 ou 5. Donc c'est ça qui va changer. 優子さんに手袋を試していただいたんですが、とにかく軽いと言っていました。これは赤ちゃん用の靴下。本当に可愛いですよね。
り日が暮れると町役場の壁にプロジェクションマッピングが現れました。ストラスブールのような大都会のマルシェ・ド・ノエルもいいですけれど、こういう町や村のマルシェ・ド・ノエルはなんだかほのぼのしみじみとした気持ちにさせてくれるような気がしませんか？実はこの日私たちはもう一つマルシェ・ド・ノエルを訪ねます。前回の動画で蒸留所をご紹介しましたが、そのマダムのおすすめベルグハイムという村のマルシェ・ド・ノエルです。ここは2022年にフランス人のお気に入りの村に選ばれたというところ。焚き火で暖をとっているこのダイナミックな感じがいいですよね。蒸留所のマダムはこのマルシェ・ド・ノエルにはローカルな雰囲気が残っているとおっしゃっていましたけれど、確かにその通りかもしれません。これもまた豪快な感じですよね。ここで何を食べているのだろうと興味津々で覗かせていただいたら、なんとイノシシの肉でした。彼らはクレッシュの舞台になる家を作ってここで販売していました。これはもう皆さんお分かりでしょう。タルトフランベ、ちゃんと薪で焼いています。路地を歩けばどこからともなくホットワインの香りが漂ってきます。とっても風情のある村、いつか明るい時にも訪れてみたいですね。ところでクリスマスツリーっていつ頃からあるものなのか皆さんわかりますか？セレスタの町にはその最も古い記録が残っています。旧市街の中心にあるサンジョルジュ教会、ここではツリーの飾りの変遷がわかるような展示がしてありました。ツリーを上から吊るすというのはストラスブールの大聖堂でもそうでしたよね。もともとはご覧の通り常緑の木にリンゴを飾ったのが最初のようなんです。最古の記録というのはここ人文主義者図書館にあります。この図書館はルネサンス時代からの歴史があって、ユネスコの世界の記憶というのにも登録されている図書館なんです。最古の記載というのはこちら1521年の記録だそうで、聖トーマスの日に自治体の森を管理する人に4シリングを支払う。またそのもみの木を伐採した者には罰金が課せられるという記載です。図書館のすぐ近くにアルザスのパンの家というのがあります。上は博物館になっているんですが、下ではこの通り普通にパンやお菓子が買えます。この時期ならではのお菓子が並んでいるんですが、私はクリスマスのリンゴという名前のついたパンが気になったので、これを一つ買ってきて佐藤家でいただくことにしました。
ほんのり甘く煮たリンゴが丸ごと一つ入っているとっても美味しいパンでした。ここまでご覧くださいましてどうもありがとうございました。2回にわたってお送りしたクリスマスムードたっぷりのアルザス、いかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が気に入ったら高評価、またチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録もお願いいたします。この動画が皆さんの心を少しでも温めることができたならとても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。À bientôt et joyeux Noël!